まず、これからご紹介する設備っていうのが、こちらです。はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はこちらのデイノニクスくん。戦闘にも卵もキブルに使える有用な生物になっているんですけども、こちらの産卵施設ですね。おすすめのコンパクトな産卵施設のご紹介となります。卵ですね。デイノニクスくんの場合、戦闘もできるので、結構厳選とかで産卵する機会多いと思うんですが、さらにこの有精卵に関してですね、特級キブルの材料にもなるので、かなり産卵の機会が多い恐竜になっているかと思います。ただですね、どうしてもデイノニクスくん、この尻尾があるので、かなり場所としては大変になってくるものになりますし、通常のキブルハウスであれば、ちょっと尻尾がですね、どうしても邪魔になってしまうというところがあるので、その辺も考慮してコンパクトに使える施設のご紹介となります。もともとバルゲロ時代に作っていたもののご紹介をするつもりではあったんですが、いろいろ設定が変わっているようで、ちょっと建築できなくなっている部分と、デイノニクスくんもですね、後ほどご案内しますが、降灰範囲がもともと狭かったんですが、さらに狭まっているようなので、それに合わせてちょっと作り直してみました。産卵する機会多いと思うので、ぜひご活用いただければと思います。普段こういった形でトラップであったり、建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどをお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方でもですね、いろいろ速報的な情報であったりですね、ちょっとした情報みたいなものとかはいろいろ共有しておりますので、ぜひ Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。では本編どうぞ。ではですね、こちらに作ってるんですが、まずこれからご紹介する設備っていうのがこちらです。この形ですね。真ん中がオスになってまして、周りメスですね。産卵としては、アリの10匹が産卵するということで、この1箇所に関して1回で10個卵が生まれるというものになってます。これのポイントとしては、一応ですね、一人称にすれば、下からでもですね、アクセスできるので、このまま交配のオンオフができると。メスは全部交配可能にしてるんで、オスだけで交配オンオフができるっていうものですね。一応、予備として、この状態でも柱ですね、乗ってすることが可能です。これで、全部の範囲が交配している状態になってます。こういう形で全部生まれます。一応、これで上に引っかかっているのはないはず。大丈夫だね。こういう形で引っかかることもなくですね、普通に色いる状態になりますので、はい、10個ですね。全部下に落ちてきてますね。孵化もできるし、拾いやすいっていうものになってます。では、この作り方ですね、ご紹介していきます。では実際作っていきますね。こっちに関しては壁で引っ張ってきてる状態になってるんですけど、壁ないところでも作れるので、今回この両扉枠で伸ばしますね。両扉枠で2つ高さを作って、別に1段でもいいです。拾いやすいように高さ2段にしてるだけなので、ここにハッチ枠をつけます。もちろん金属でなくていいです。この状態で壊す部分に関しては今回は木の天井でいきます。ここに1個。正方形なんでどっち側につけてもいいんですけど、ここに1個つけます。で、足場をここにつけます。このままだとここにつけれないので、こうしてここにつけます。そのままここを伸ばすんですけど、1個ポイントがありまして、このまま向こうにあるようにですね、ここに貼ろうとすると貼れないんですね。形的にはこうなるんですね。ここにつけようとしても、この間に入ろうとして、この真ん中には貼れないんで
ですね。このまま貼ろうとしたら。なので、ここでもう一回ここに木の天井を貼ります。こうすると足場をここに貼ることができるようになります。で、もちろんこれも拾っても壊れません。一応離れてるんですけど、こことここスナップしてるんですね。これもスナップしてるので、一応足場的にはこの1枚分の間隔、スナップポイントを持ってはいるので、繋がっている判定になってます。で、こうですね。これで片面ができたので、同じようにこう壊していただいて、1個ずつ回収しながらでもいいんですけど、ここでこうですね。この状態。ここまで来れば、ここは壊していただいて問題ないです。ここも壊していただいて問題ないです。この状態が形になります。形的にはこの状態になるんですけども、配置するときですね。一応ジャンプで登ろうと思ったら登れなくはないんですけど、階段で登った方が楽です。もちろんどこにつけていただいてもいいです。階段は。で、配置、登って、正方形なんで、今回デイノニクス君側にオスですね、向けましたけど、このオスの向きはどっち向きでもいいです。ただちゃんとこの鉢の上にですね、乗っといていただくと、ちょうど真ん中になるので、位置的にもいいと思いますので、真ん中にですね、乗っていただければと思います。こんな感じですね。ジャンプで接触でもいいですし、うまくすれば、ここからでも接できる場合あるんですけど、めんどくさい場合は、このようにはしごをつけていただければ、アクセスがしやすいというものになってます。で、この配置、キブル用の配置ですね、する場合すべてなんですが、定位置で基本的に連れ出さない子たちですね、に関しては、2つパターンあるんですけど、おすすめとしては、修正で、もちろん追従オフ、放浪オフですね、チャンス、無抵抗、味方を見る、無効化。あと、命令を無視する。これ、命令無視するがかなり重要です。何かで全体上ですね、吹いちゃって、せっかく並べた恐竜たちがぐちゃぐちゃになってしまうっていうのが多々あるので、そういう事故防止のためには、この命令無視がかなり重要になってきます。あと、もちろん無抵抗にしておかないと、機体恐竜とかが拠点の近く来た時にですね、反応してしまう可能性もあるので、そこも無効化にしておきましょう。で、2つあるって言ってたのは、もう一つグループ設定っていうのがあるんですね。この状態。グループを設定しておいて、不可用とかですね。上の反応をグループにするとかですね。こういうアクティブグループとかでグループ設定でですね、動かさないようとかでグループしておいていただけると、選んでるグループだけ上の効果とかを与えたりできるので、そういった方法でも事故防止にできます。あと配置は結構並べるだけなんで、これオスなんであれなんですけど、一応配置的にはですね、普通に登っていただいたら、この状態ですね。で、ポイント的には、ちゃんと尻がこの隙間を抜けるかどうかですね、になっているので、そこもご注意いただいてですね。あまり前後しすぎると、ここに引っかかって卵が下に落ちなくなるんで、そこはちょっと確認しながらやっていただければと思います。で、向きもちろん内側にしていただいた方が尻尾が邪魔にならないんで、それだけですね。結構後ろによるとこのように自動でずれるので、重なっている時ですね。で、割と設置はそんなに難しくないです。ただ幅があるんでどうしても極力こっち側の方に寄せていただいて、設置するときなんですが、押す交配可能にして、S 交配可能にして、こうしていただくと、こうですね、お尻の位置を見て、で、降りると交配以下だとこうなっちゃうんですね。で、もうちょっと振り見て、で、これで可能ですね。っていうのを見ながら一個ずつ配置していただいて、微調整に関しても乗れば交配集団するんで、こういう感じで、大丈夫だなっていうギリギリの範囲で左に寄せていただくと。こっち側ですね。順番に置ける範囲で置いていくというものになっていきます。これオスなんであれなんですけど、配置的にはこういう感じで服に当たって回転して後ろ下がって、車の停車みたいな感じですね。このようにしてもらって、落ちるところを見て降りると。メス同士だったらちゃんと交配反応するか。ここだとすると思うんですけど、こういった形で見ていただく状態ですね。これで順番に配置していただくという流れになります。で、余談なんですけど、もともと昔はですね、もともと狭かったんですけど、デイノニクス、この距離、この縦の距離ですね。2段でも
交配できたはずなんですけど、だいたい2マスぐらいかで交配できたはずなんですけど、ここにオスを置いてですね、上メスで交配ができたはずなんですけど、今できなくなってるんですね。この1マスぐらいの幅がもうギリギリみたいで、これが本当ギリギリの範囲になってます。ちょっとびっくりしたんですけど、あともう1個できなくなってたのが超余談なんですけどね、この状態で、これですね、もともとゲートワーク、この配置からここ重ねれたはずなんですけど、これもできなくなってるんですよね。いやー、びっくりしました。これあれば、これと同じ形。要はこの発想からこれが生まれたんですけどね。これもあれですかね、以前言ったプラットフォームに恐竜門が置けなくなったぐらいで、こんな感じになったんですかね。それはそれでいろいろ修正はできるもんなんでいいんですけど、細かいところでちょっと自分が知っている設定と変わっているところが多々あって、たまにびっくりするっていう余談でした。基本的にはある程度アークの建築、基本をしていればなんとか代用ができたりはするので、そういうところも面白いところですね。これだとデイノニクスの尻尾がですね、全く邪魔にならないというものになってますので、ぜひご活用いただければと思います。下からですね、交配ですね、オンオフができるので、全く尻尾に干渉はしませんし、卵を拾う時も干渉はしません。一つめんどくさいのは、単純に特級キブル用であればいいんですけど、厳選用の場合、オスを交換しないといけないので、その際は、ちょっとメス2匹ぐらいどけて交換しないといけないんですけど、それに関しても、一応ですね、この配置であれば、ここの2匹を外せばですね、ここ乗って入れ替えてすることができるので、2匹だけ再設置し直すという感じになりますね。慣れれば、このどっから落ちてくるかわかるので、どういう設置にすればいいかっていうのもわかると思うので、実際にはちょっと感覚で掴んでいただく感じになっちゃうんですけど、一応こういう感じですね。足ちょうど乗っかってるぐらいで下に落ちてくれます。こういう感じですね。右足と左足とあるので、前に出てる方と後ろに出てる方とあるんですね。デイノニクス君の足。なので、前に出てる方の足がしっかり乗っかってる状態、ギリギリ乗っかってる状態であれば、基本的には卵は落ちます。そんな感じですね。オスの方はもう単純に真ん中に配置していただければいいので、ここに関しては多少ずれてうまく反応しなくてもですね、下から乗れるので、降りるときちょっとしんどいですけど、この状態で調整は可能です。一応余談なんですけども、そんなに数いない場合に関しては、この状態でこの足場壊してもですね、別にこっちなくてもですね、一応ここに乗っかってる判定になって乗っかってるんで、完全に乗っかってなくてもですね、一応浮いたまんまになります。ただこの場合は乗ると、これちゃんと乗っかってた。こういう状態にもできます。一応ですね。ただ、これで並べる場合は、この1枚に乗っかった状態で並べる場合は、外に尻尾が向くというところと、この状態で並べていただいてもいいんですけど、一応ですね、ちょっと並べる個数が減るっていうところがあるので、こっちの方が引数は並べれます。ぎゅうぎゅうにこの1枚に詰め込まないといけないんでね。一応浮いた状態でキープできたりするんですけど、多分読み直しとかで落ちると思うので、基本的にはこの形がベストかと思います。で一応ここに引っかかってる扱いにはなってるはずなんで、落ちる場合は乗っかると落ちます。特にサドルは必要ないので、場所が決まればサドル外していただいていいと思います。オス以外はですね。オスもいらないか。場所決まればサドルは外していただいても問題はないです。微調整したいときはつけといても問題はないんですけどね。アクセスしちゃうっていうことは基本的にないと思うんで、押すぐらいだと思うんで、そんな感じですね。以上です。はい。では、いかがでしたでしょうか。本日はですね、デイノニクスくんの産卵設備のご紹介でした。かなりコンパクトに、本来の作るやつが作れなくて、急遽作った割には結構コンパクトにいい感じに収まっているのではないかなと
思います。ちょっとデイノニクス君の負荷判定の範囲がですね、狭まってたんで、どうしても個数的には少なくなってしまったんですけど、1匹に対してですね、これを何個か作っていただければ、一気に10個ずつですね、増やしていくことができるので、こういう形で作っていただくと、割と卵が集めやすいかと思います。一応ですね、厳選用にもしするんであれば、つなげてですね、一遍だけ2匹外して、オスの出入りをしやすいようにするっていうのも一つではあると思います。で、別のブロックですね、にまたメスのところ入って孵化させるっていう手段もあるので、そういった使い方もぜひご活用いただければと思います。ちょっと縦の距離がですね、うまく使えない部分があったので、またなんかいい方法を思いついたらご紹介しようかと思います。では本日は以上となります。普段こういった形でトラップであったり、建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどをお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか、面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方でもですね、いろいろ速報的な情報であったりですね、ちょっとした情報みたいなものとかはいろいろ共有しておりますので、ぜひ Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。